はい、皆さん、こんにちは。マスケンです。はい、では、作った腕を胴体につなげていきたいと思います。はい、では、以前作成したボディを用意してください。では、まず、腕を選択して、次にシフトクリックでボディ、そしてコントロール J で合体させましょう。はい、こんな感じですね。そしてタブで変身モードに入ります。今ミラーと細分化のモディファイアが入っています。最初にやることはこの腕、これを消してしまいましょう。そのためにはこの付け根の頂点、8個あるんですけど、はい、この8頂点ですね、透明に透過表示するとこんな感じですね。これを V キーで離しておきましょう。はい、これで腕が切り取られました。で、これで L で腕の頂点だけを全て選択して、そして X キーで頂点を削除します。すると、こんな感じで穴が開きましたね。もうちょっと穴を狭めましょう。GY で。はい。そして、上のこの頂点を選択して、F で面を貼ります。そして、ナイフツール K に持ち替えて、こことここで、線を貼ります。そしてこれを GZ で上に、持ち上げておきましょう。そして GX でちょっと横に移動します。すると今度は、六角形の穴ができたと思います。あらかじめつけてあるモデルがこちらになります。はい、こんな感じのイメージでつけていきましょう。ちょっと幅が広いので、スケール Y でちょっと幅を狭めましょう。そして、スケール Z で高さもちょっと調整しつつ、このぐらいでいいでしょう。そしてここで EX で伸ばします。そして、ここでループカットをここに入れます。そして、根元に近づけましょう。そこまでギリギリに近づけなくても大丈夫です。このぐらいですね。このぐらいの幅を、このぐらいの余裕を持って、そしてこの切り口を F で面を貼ってしまいましょう。そして、この頂点とこの頂点を選択して、J で辺を貼ります。そして3で面モードを行って、S でちっちゃくします。そして、GZ でちょっと高さを下げます。でですね、ここでこの下の2面あるとは思うんですけど、こちらを選択して S で面を削除してしまいましょう。で、1で頂点モードに戻ります。するとこのように六角形の穴が開いている状態になったかと思います。はい、で、ここでですね、羽が邪魔なので、一旦羽を隠しましょう。やり方は、透過表示をオンにする。で、これで、隠したい部分の頂点を選択します。これですね。で、ショートカットの H を押すとこういう風に羽を隠すことができます。で、透過表示を戻します。はい、穴の六角形の頂点を選択してもらって、スケール Z0 で一直線に揃えましょう。そして EZ でちょっと下に伸ばします。はい。で、いよいよ腕を、接続していくことになるんですけど、L キーで腕を選択して、ここに近づけましょう。ちょっ
と大きいので、サイズダウンしましょう。S。つける前に、腕の長さの調整をしましょう。多分今の現状だとちょっと長い、この二の腕がちょっと長いと思うので、私の場合は、そうですね、この頂点を選択して、スケールレッドでちょっと縮めます。そして、GZ で、下に下げて、多分このぐらいの長さがちょうどいいんじゃないかなと思います。でついでに、こっちの腕も短くしましょう。ちょっと選択しづらいので、ちょっと手前に出します。そして、超過表示をオンにして、ここを選択します。そして、GY で距離を近づけましょう。で、ここが膨らみすぎてるように見えるので、S でサイズダウン。で、この関節のメリハリをちょっとつけたいので、この1周分と、この3頂点を選択してもらって、GZ でちょっと下に下げましょう。と、最後に、もう一度この上の部分を選択して、ローテーション Y、RY で、こういう風に傾けましょう。だいたいちょっと傾ける程度でいいと思います。そして、いよいよこの肩のところにこの腕をつけていくことになります。では、近づけて、そうですね。もうちょっと短くてもいいかな、腕。GZ。これ意外と、ここ長くなりがちなので注意してください。で、GX で近づけて、はい。はい。で、肩の断面が六角形で、こちらの腕の断面も六角形なので、接続することができます。あとは対応する頂点が分かりやすいように、この断面の頂点を RZ でちょっと、回転させて、分かりやすくしましょう。ここがここ、ここがここみたいな感じで、ここ選択して、G、シフト Z でちょっと下まで持ってくるという感じですね。で、この2つも、G、シフト Z でちょっとこの頂点に近づけておきます。だいたいアバウトでいいと思います。後で最後に微調整するので。では、とりあえずつけていきましょうかね。じゃあこれ2つ選択して F で、隣の2個で F で面を貼ります。そして同様に隣同士の面を F でこうやって貼っていきましょう。で、こっちも F で F と。こんな感じで、はい、腕がつながりましたね。3つの頂点を、GX で、横に移動させましょう。この肩の筋肉の筋をちょっと表現したいので、この1周分を選択して、こういう風に、こうするとこういう風に肩に筋が入ったんじゃないかなと思います。そして、この3頂点を選択して、GZ ってやると、こういう風にちょっと下向きの、はい、こんな感じで筋が
綺麗に入ったのではないかと思います。ちょっと肘、ちっちゃくしますかね。で、方がいいかなと思うので、GY でちょっと伸ばしてみたり、そうですね。あとは、ここを、もうちょっと GY で押し込みましょう。この2面を、一旦対分化を取ると、ちょっと押し込んでみました。最後に、正面から見たときに、ちょっとこの脇に隙間があるような気がするので、このどこか適当な面、僕はここでいきます。でこの面を選択して、で、プロポーショナル編集をオンにします。そして、GX で影響範囲をホイールで調整しつつ、こういうふうに、内側に移動されてみましょう。はい。はい。こんな感じでいいんじゃないでしょうか。この筋がちょっと強すぎるなって思ったりしたら、この辺を選択して、GY でちょっと前に出します。その際に、シフトキーをしながらやると、ゆっくり動かせるので、調整しやすいと思います。はい、こんな感じですね。いいんじゃないでしょうか。はい、これで無事に腕もつなげることができました。